ご視聴ありがとうございます。今年も早いものでそろそろ終わりっすね。皆様どのような1年でしたでしょうか。今回は1年の振り返り、今年良かった道具紹介していきたいと思います。私は道具として10月頃にカメラ新調しまして非常に満足しています。撮影が少し楽になりました。買って良かったものの一つです。さて本題の一つ目、最初はベトプロパックの道具箱レンチャー MC。こちらは導入が今年ではなく昨年末、使い込めなかったので昨年は未紹介としていましたが、1年使ってみて大変気に入っておりまして、今年のアイテムとして紹介をいたします。持ち運び用の頑丈な縦入れの道具箱。気に入っているのは長物収納しても横に出っ張らないというところ。これが日本の住宅事情にマッチしまして、エレベーターや玄関の扉で引っ掛けにくく、持ち運ぶ際の扱いが楽なのです。車からの出し入れも楽。フットプリントの小ささから後部座席の足元にスッと置けて、ここでも扱いが楽っすね。頑丈さも素敵。長物収納で 600mm のハンドル入れることはありますが、バッグは大きくへこたれません。斜めに飛び出しもなく、この大きさで長物をスマートに持ち運べるのは素晴らしいです。中の収納はこんな感じ。ストンとした四角いボディの2面に付属する V スワップパネルというこれをベルクロで貼っつける仕組みです。今のところ付属の2種類しかパネルはないみたいで、つけるか外すかのみの選択となります。持ち運んでいる内容はこのくらい。トータル重量は20キロ。片手で持っての移動を考えるともう少し軽くしたいなとは思っています。1年使って耐久性は確認済み。多少の変形は見られますが、ほつれたりほころんだりはありません。すごく気に入っている道具箱です。縦入れのデメリットもございます。底の方に置いたものは出しにくくなりますので、収納には工夫が必要となります。ある程度余裕を持たせないと使いにくくなりまして、スペースをフル活用はできません。それからゴミが入ります。オープンバッグタイプの宿命っすね。袋をかぶせとけば良いでしょうが面倒で、半年に一度くらいは掃除をするようにしています。不満点を挙げますと、このスタッツリベットです。この鋲の裏側の処理がいまいちで、表面は隙間なくスムーズに仕上がってますが、裏は隙間が残りかつ出っ張っており、道具がそれに引っかかってしまうのです。この出っ張りのためにサイドポケット部分がたまに使いにくく、自分で手直ししようか考えてます。もう一つは小物収納に乏しいところ。表側には小さなポケットがありますが、マチがなくて深さがあるので入れるものは選びます。小さなケミカルチューブやシックネス、ピッチゲージなんかを入れておくところがないのです。私は他社のポーチを追加して対応する必要がありました。ベトプロパックのレンチャー MC。持ち運びがメインな方には良い選択肢の一つでしょう。車関係で縦入れ道具箱ってあまり聞きませんでしたが、使ってみたらなかなか良かったです。用途に合いそうでしたらお試しください。2つ目、ハゼットのラチェット 916HPLG。 全長調整機能を持つラチェットです。一番短い状態で 414mm、 最大まで長くすると 614mm まで伸ばせるというアイテム。短い状態で収納したり持ち運んだり、ハンドリングの良さを生かして早回しに使ったり、パワーが必要な場面では長く伸ばしてしっかりとトルクをかけにいける一本でマルチユースなラチェットです。他社品でもこのアイデアはございますが、ハゼットの特徴として角部分にほとんどガタを持ちません。全長を調整したらダイヤルをぐっと締め込むことでがっちりと動かなくなります。ヘッド部分を掴んで揺すってみるとわずかに動くかなくらいの剛性感。大きなトルクをかけた時の安心感が素晴らしいのです。ラチェットもしっかりと高トルクに耐えまして、メーカー交渉値で1000ニュートンメートルと驚きの頑丈さ。最大に伸ばしたとして400ニュートンくらいまでが使いやすいレンジと思いますので、これは十分すぎる体力ですね。普通車やオートバイならこれを1本持っておけばほとんどの作業に対応ができるでしょう。ホイールを外したり、スイングアームのボルトだったり、力作業はこれがあると楽ができます。長さはやっぱり正義っすね。ネガを上げますとやはり重いこと。1369g と重量級で、グリップも太いものがついていまして、手の小さな私としては実際の重さ以上に疲労を感じますね。
この重さは高トルク作業する時の安心感につながるとポジティブに捉えることもできますが、一日中ずっとこれ持って作業してたら疲れるだろうなとは思ってます。それから収納に向かないこの太さ、短くしても太さから存在感は大きいです。他社品と比べこの重さごつさを嫌う方いらっしゃるかもしれません。ハゼットの伸縮ラチェット 916HPLG、 安心感があるっすね。信頼できる道具です。機会ございましたら手に取られてみてください。続いてはワイコンのスプレーノズル。スプレー缶用のアタッチメントです。ノズルを畳んでおけば拡散、ノズルを起こせば経路が変わって狭い範囲に強く吹きつけることができるってアイテム。これを取り付けるとパークリや潤滑油のスプレー缶が使いやすくなります。缶の折り返し部分というのか、この出っ張り部分にワイコンノズルのリブを引っ掛けて装着。装着はとても簡単です。このノズルに交換するとパーツクリーナーや潤滑スプレーでロングノズルを使う際のネガがほとんど消えます。一般的なスプレーにおいてはロングノズル、缶の横から取り出してノズルヘッドにグネグネと差し込んで、使用中に缶倒すと外れるノズルヘッドと戦いながら、使い終わったらグニグニとロングノズル外してまた収納。気づいたらノズルやノズルヘッドをなくしているという流れ。付け外しの手間、外れてしまうストレス、ノズルなくして仕方なく爪で押し込んで中身を出していたりと困ってしまうことは多くありました。ワイコンのノズルに変えれば、ノズルを起こして使ったら倒してしまうだけ。取り出すことはないので部品がなくなることも少ないです。ノズル付け外しの手間がない、ほとんどストレスがないのです。汎用品ですから全てのスプレー缶にしっかりフィットというものではありません。そもそも取り付けができないものもありますし、キレが悪いというのか妙なボタンの押し心地になってしまう缶もございます。特に拡散モード、ノズル畳んだ状態でキレが悪くなってしまう相手があるっすね。私は拡散よりもノズルを伸ばして使っていることが多いので、このワイコンノズル大変気に入っております。耐久性だけちょい不安、ほぼプラスチックのチープなノズルです。取り外しで縁部分がどんどんめくれていきますし、スイッチというか押し込む部分は樹脂の弾性を利用していますので、いつかは使えなくなるでしょう。しかし300円、400円か、それでお釣りが来る値段で買えて、これだけストレスを低減してくれましたので、私は全然ありと思って使っています。ワイコンのスプレーノズル、用途に合いそうでしたらお試しください。今年振り返りの動画でした。皆様、今年良かったお買い物ありましたでしょうか。買って良かった道具ございましたらぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。